実験大好き MNL です。今回は夢の竿対決、格安9000円 13m の竿と本格派の 10m の竿、これを比較させていただきました。実際に伸ばして電波を釣るためのアンテナとして使った様子をね、ご紹介いたします。まず一番のポイントはね、強度で重量のバランス、使い勝手ですよね。これらのことをね、動画で比較しながらご紹介していきたいと思っております。まず 13m と 10m の竿、実際にね、持ち上げてみました。その様子ね、動画の方でご紹介させていただきます。一番気になる点なんですけど、竿のこのしなってる状態、これをね、ぜひともご覧いただければと思います。当日はね、かなりの強風が吹いておりましたのでね、この辺の違いがね、顕著に現れております。だいぶ私ながら、ね、ちっちゃく見えてると思うんですけどね、今持ちるのがアマチュア無線用に作られた 10m ものですね。こんな形ですね。といきます。こんな形ですね。こんな結構軽くてね、持っててもそんなに違和感はないですね。これにつきましてはこんな形でね 10m ものをやってます。まあ水平にするとね、下になんぼ50センチぐらいは垂れるんじゃないかなと思うんですけどね、割合しっかりしてますね。長年の愛用品なんですけどね。で次がね、Amazon で買うた13.5m になります。これぐらい垂れますね。1m 以上垂れとんじゃないですか、先端は。見えますかね。ちょっとこれ持ち上げてみますね。ウィーンと持ち上がらんことはないですけどね、かなり命がけなんですよ。これが下をね押さえとかとね、見えてたらいいんですけどね、こんな形ですね。上がね結構ブラブラ揺れてますね。こんな形になってますよ。よいしょと、怖いんでね、よいしょ。あんまり無理してね落とすとね、多分壊れると思うんでね、この竿どうだったでしょうかね。結構 13m の竿がねこうしなってるっていうのがね、よく分かっていただけたんじゃないかなと思います。実際ね 13m の竿と 10m の竿、実際に垂直に上げましてね、その様子を動画の方でご紹介させていただきます。当日はね同じく結構風が強かったです。垂直にね結構支えるために大変ねこの竿がしなっておりますのでね、その様子もね見ていただければと思います。こういう形ですね。ちょっと見えてますかね。今日はね結構風が強いんですけどね、まあこんな形でもしっかりとね割合硬くて、まあ重さも軽いんでね、意外とこの 10m ものっていうのは風速 10m ぐらい、結構ねここ見晴らしが良くて風が強いんですけどね、結構ね振り回されてもね使えているような状況です。ちょっと下ろしますね。次よいしょ。まあ 10m もはね比較いいんですけどね、こっから向こうがね大仕事問題の 13.5m に行っています。風が強いんでね、見えますかね。これ今上がって多分上が見えてると思うんですけどね、かなり命がけですね。結構ねしなってるんでね怖いです。倒れるほどではないですけどね、やっぱり人が支えるとなるとね、しっかりと足元を押さえとかないとね、スポッとね持っていかれそうな感じです。よいしょ。よいしょ。どうだったでしょうか。まあ、今回ねちょっと下からのアングルがアホっ面になってましたんでね、ちょっと顔を隠させていただきました。で実際ね 13m の竿のしなりね結構大きいの分かっていただけたんじゃないでしょうかね。強風時にこう揺れて、その反動が結構ね下側に伝わってましたんでね、押さえてる私もね必死になってねやってたような次第でございます。はい、13m の竿ね、これを実際に伸ばしましてね、その様子をご紹介させていただきます。是非ともねこの全体のバランスをね見ていただければと思っております。ちょっと全体の方をご説明させていただきます。13.5m、一応ねカタログ上は 13.5m 当たりましたのでね、実際のがねちょっと測っていきたいなと思います。で先をね、まあ、この辺に合わせて、でこの先端はねこのような形でちゃんとね、まあ、釣り糸がつけれるようにね金具がセッティングされているところがねいかにも釣りですねっていう形でねちょっとずつお見せいたします。こんな形ですね。でね一番気になるこういうところの継ぎ手もね鉄の金具は入ってないですね。入ってないです。補強ちょっとされてるのかな、まあ、ちょっとぐらいはしてるかもしれないですけどね、あんまりがっちり補強して、こういうところはねよく壊れていくんですけどね、この継ぎ目のところっていうんですかね、継いでるつなぎ目がねよく潰れていくんですけどね、まあこんな形でねちょっとお見せいたしますね。こういう形ですね。
およそ 10m のところにね、ちょっと今回の用意したのがね 10m もんしかありませんので 10m のところにちょっと1回印入れております。これでねちょっとメジャーの方を引っ張っていきます。10m3、ちょっとね私がこの時でした 13.3 から13.5 ですね。実測の結果なんですけどね、一応 13.3 メーターぐらいありました。これも伸ばし方によって10センチぐらいは異なると思うんですけどね、だいたいこの辺の長さが一つの目安になるんじゃないかなと思います。本体を支えるための構造としてはね、割合しっかりはしているんじゃないかなと思います。今度は13メーターの竿と10メーターの竿、伸ばした状態でね、各部の太さとかをね比べてみたいなと思いましたのでね、その様子も動画で撮影しております。この2本の竿をねこう比べて伸ばしていきますとね、結構ね構造の違いに気づくんじゃないかなと思います。これぐらいの長さの違いがありますね。ちょっと広いところをねお借りして今やっております。元を見ますとね、こんな形ですね。ノキスでね測って実際の差っていうのはお写ししていると思うんですけどね、よく並べますとね、こんな形の差でずっとなっております。実際はね 3.5 メーターの差なのでちょっとぐらいかなとは思うんですけどね、そうは言うてもね間もなく10メーター来ましたね。でここからね残り 3.5 メーターずっとこう続いていくのでね、こんだけの差になっているような状態ですね。ですのでこの前もね私がご指摘した通り上段3段抜きますとね、こんだけの差ですね。多分ここがね2センチぐらいあると思うんですよ。で先端がね10ですのでこんだけですからね、これが10メーターで、ここはね 13.5 メーターの10メーターですから3本抜きますとねしっかりしたところが出てくるんでね、これはこれでね、抜いたりして使う場合はねありのような構造じゃないかなと思います。目いっぱい 13.5 に伸ばしますとねちょっと長すぎなのかなっていうのが正直なね感想ではございます。どうだったでしょうか。結構ねこの3メーターの違いっていうのがね結構各部の太さに響いてるっていうんですか、結構ねここがポイントじゃなかったかなと思います。13メーターの差を移動運用をね想定しまして、いつものようにねこう垂直に伸ばす方法で、ね、伸ばしてみましたんでね、その様子もご覧いただければと思います。当日はね強風の中10メーターの竿といつもとね同じ感覚で伸ばしてみました。するとねあっちこっちでちょっと失敗してしまいました。その様子もねご覧いただければと思います。いつものやり方にします。もう下からね伸ばしていく方式でいきます。その時のコツはね多分なんですけど、できるだけね丁寧に1段ずつ伸ばしていっていただいた方がいいですね。でないとね先ほども起こしちゃったんですけどね、上から一気にね雪崩のようにこのつなぎ目のところをねが外れてしまいましてね落ちていくことがありますので、できるだけね一個一個丁寧にこう持ち上げていっていただければと思います。よいしょ。ただやっぱり10メーターを超えるあたりからやばいですね。風が強いな。ちょっと今日はやばいですね。これは風が強いですね。風が強くて伸ばしきれないですね。今日はやめます。10メーターってねいつもやってるんですけどね、今日は風が強いんでねちょっとこれはかなりしなってますんでね、はい、このやり方ではまずいということが分かったんでね、また新たなるやり方で、ね、ちょっと伸ばそうと思います。結構ねこのしなりの影響がね下から伸ばす方法を顕著に現れてしまった事例じゃないかなと思います。ツイザーが曲がってますので伸びなくなるっていうんですか、途中で引っかかるような状態になりましたんでね、結果的にこれは危ないと思ってね中止したような次第でね、この手がねこの竿ではあまり有効性がないんじゃないかなとちょっと思っております。13メーターの竿を伸ばしてねこの起こす方法を今まではねこう上から伸ばしてたんですけど、起こす方法をちょっと試してみました。でステッチスペースがねこの方法必要なんですけどね、でも理論上伸ばしたもんです。
上に伸ばせば簡単かなと思ってね、まあちょっとやってみましたんで、ただちょっとポロリとね、えらいことが発覚しました。愚痴りながら使ってますけどね、ちょっと長すぎるな。そうですね。はい。ですよね。こういう状態で流せ切った状態からね、こう持ち上げた方がどうも良さそうですね、今回は。はい。どうだったでしょうか。結構ね、こう立てたとこまではそうも難しくなかったんですけど、やっぱりね、いつも使っている 10m のもの竿に合わせた金具ですと、ちょっと強度不足かなっていうような感じです。伸ばし加減がちょっと甘かったっていうのがたまたまこの時に出たんですけどね、ポロリとガタガタガタっと落としちゃったんですけどね、見事に落としてしまったってね、悪い事例もお見せいたしました。で、このままではね、ダメやということで、13m の竿、上段3本抜きましてね、10m にね、ちょっと減量させていただきました。ポイントはね、まずこの抜いた竿の状態、ちょっとこれを見ていただければと思います。今日は風も強いんでね、もう、どうも使った感ですね、13.5 まで伸ばすと、これは大変なことになりそうなっていうことがもう、うすうすは気づいてたんですけどね、これはちょっとまずいなと思うんでね、ちょっと中からね、3本かな。2本ですね、3本抜くとね、だいたい 3m 短くなります。 10m です。ちょっとね、本来の能力からしたらもったいないんですけどね、ちょっとね、今日は風が強いんでね、これ以上伸ばすと本当に竿が折れたり、まあ折れることはないとは思うんですけどね、でもちょっとね、やばいなと思いましたんでね、ちょっと3本抜きました。ですので、これでね、長さがね10m、およそ 10m になっております。ですので、いつも使ってるやつと一緒になりましたけどね、やっぱり竿タイプはどのぐらいやっぱり 10m ぐらいないといかんのかなっていうのがね、分かってきました。これでね、もう一遍ちょっとやり直していきたいなと思います。まあこんな感じですね。10m に減量させますと、結構ね、先端部が太くして、しなりの部分もね、だいぶ解消するんじゃないかなと思っておりますのでね、これだったらね、結構アマチュア無線のアンテナ、特にね、バーチカルアンテナ程度でしたらね、十分支えれるんじゃないかなというような状態になりました。実際ね、この 13m の竿を減量させましてね、実際にね、設置してみました。結構ね、この減量することによって実用性がね、高まったんじゃないかなと思うんで、是非ともね、そこを見ていただければと思います。気分的にはね、しやすくなったような形です。かなり強度はありますね、これだと。多分これぐらいが一番いいかもしれないですね。これでちょっと伸ばしてみます。こういう形ですね。1本ずつ確実に。まあ、はい、はい、比較的ね、いい感じには伸びましたね。どうだったでしょうか。結果的にはね、いつもの方法、上から伸ばす方法でもね、ほぼ問題なく伸ばすことができました。やっぱりこの 3m の違いっていうのがね、たまたまこの時が強風だったっていうこともあるんですけどね、結果的にはね、非常にいい方向に向かったんじゃないかなと思います。ボンネットから出している取り付け金具がちょっと強度不足気味かなと思いますので、ここもね、ちょっと新たなるね、問題点となっているような感じです。アンテナのポールとしてね、使った様子もご紹介いたします。長さをね、自由にこの方法ですと加減できます。パイプのね、この直径を生かして、こういう状態でね、強度を上げるっていう方向でね、使った事例ご紹介いたします。本日はね、こんな形でアンテナセットさせていただきました。風が強いんでね、揺れてはいるんですけど、やっぱりマスト自身がね、上を抜いたり下をね、多分ね、4段ぐらいまで残してますね。全長 5m ぐらいしか使ってないんでね、そういう意味合いではね、非常にしっかりとしているのでね、逆に言いましたら、上段とかね、下段を使わない方向にしていった方がね、どうもこれ良さそうな感じですね。こういう形ですね。実際に
上段につきましてもこういう形ですね。隙間6本、そうですね、多分123、4本残してますね。4本ね上段残してますからね。はいはい、まあこういう形でねちょっと簡易的に使っておるような次第でございます。どうやったでしょうか。まあこういう形でね、当然バーチカルアンテナの設置にも使えますけど、まあちょっとしたね小型の GP モービルアンテナとかね、先端につけるような簡易のアンテナポールでしたらね、十分この使い方ありではないかなと思っております。まとめの方させていただきます。 10m とね 13m、 もともとのね利用目的が異なっているっていうんですか。一応 10m の竿はアマチュア無線のアンテナ用で、 13m はね名目上は釣り竿となっておりますのでね、やっぱこれの違いっていうのが結果的にこの竿のしなりの違いに現れたんじゃないかなと思います。ここがね一番気になる点じゃなかったかなと思います。 13m、今回たまたまなんですけどね、強風時に使えますともう結構反動が大きいっていうんですか、しなった分の反動が大きくなるので、やっぱりこう2mぐらい離して支えてやらないとね、ちょっとこれはしんどいんじゃないかなと思っております。具体的に私が今想定している使い方なんですけど、これがね今想定している使い方になります。こちらの方が地表または2階のバルコニーぐらいを想定しております。でこちらがねちょうど屋根、だいたい普通ですとね 2m半から3mぐらいは高さあるんじゃないかなと思います。まあこういう形でね 2m以上離してね指示すればね、きっとまあ 13mまでは持つんじゃないかなと思います。1mですとねちょっとこれはしんどいのかな。まあギリギリ持つかもしれないんですけどね、ちょっとこの反動がありますので、できればね 2mぐらいね離せばいいポールになるんじゃないかなと思っております。今回の結果なんですけど、13mものにつきましてはね、まあ大方の方がもうすでにご指摘もいただいてるんですけど、やっぱり上端部またはね下段の部分ですよね、上下の方をね使わず、これでねもともとのあるそのパイプの太さを利用して強度をね生かした方がこの釣り竿にとってはいい使い方になるんじゃないかなと思います。どうしてもね 13m フルに使うとなりますと、やっぱり使う範囲がかなり限られるんですけど、要は上部を抜いたりで下を伸ばさなかったりしますとね、パイプの径が結構ありますので幅広い使い方できるんじゃないかなと思っております。実際ねこの辺は今後アンテナの設置にいろいろと使っていこうかなと思っております。またね使う機会がありましたら都度またこの辺はねいろんな使い方ご紹介させていただければと思っております。お空でお会いする日楽しみにしております。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。